et bienvenue dans Toko Toko, l'émission prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, l'artiste est mangaka Kyotaro, qui travaille dans de nombreux domaines comme l'illustration, la mode et collabore avec divers artistes comme Terada Katsuya, nous emmène à la jeune galerie Mograg, puis à la librairie Morioka Shoten. こんにちは、アーティストの京太郎です。本日は私の2つの展覧会をご紹介いたします。一つは新御徒町にありますモグラグギャラリー、あと、銀座の、盛岡書店の方をご紹介いたします。それでは行きましょう。ギャラリーの方に到着いたしました。こちらにいらっしゃいますのは、モグラグギャラリーの、ディレクター兼アーティストの沖中さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、今の場所に来てからは1年弱なんですけど、その前は国分寺の方で自分家のガレージを改装したスペースをやっていて、僕もアーティストなんですけど、アーティストがこういうギャラリーがあればいいなとかいうところからギャラリーを作っていってるという感じで、日本の人っていうのはあまりこう作品を購入するっていうことに慣れていない人がいるんで、うちではできるだけこう安くといいますか売ったり、僕たちが面白いと思うアーティストのみを、うちので個展をしてもらったりとかして紹介してるという場所ですかね。うちのギャラリーのコンセプトはジャパニーズローブローアートギャラリーと名乗っているんですけれども、そういう小さいマーケットをこのギャラリーを中心に作っていけたらなと思ってます。今回は、私の2000年代初期からの作品から最近のものまでの総まとめを、壁にコラージュしたような展覧会になっておりまして、170点以上の作品をご用意いたしました。90年代から漫画を描き始めて10代の頃から、活動を始めていたんですが、最初はペン軸とペン先で墨汁を使って、作品を描いていたんですが、99年から鉛筆画を中心に、作品を作っております。スタイルは割と細かい緻密な画風を集中的にやっていたりとか、あとは漫画とかファンタジーとか、メルヘンを基調にして、作品展開をしていたんですが、最近はちょっと書いて書きまくったので、次はちょっと違う技法をちょっと探してる途中なんですが、ペインティングとかをやったりとか、水彩の抽象画をちょっとやってみたりとか、いろいろ試しているところなんですけど、狭間の時期な気がしています。とにかく命が宿るような作品、すごく光を放ったりとか、あとは綺麗な音がしたりとか、そういう、ところまで作品と向き合って作っていくという感じなんですけど、見る人が見ると普通の日常ではない空間に入っていただいて、またちょっと違う視点で世界を見ていただくようなきっかけになればいいなと思って、作品を作っています。今日は最終的には盛岡書店さんの方に、向かいたいと思うんですが、オーナーの盛岡さんの、銀座のおすすめスポットをお聞きしましたので、そこを中心にちょっと歩いてみたいと思います。まずT字にある本願寺になります。本願寺の建築家の方が伊藤忠太さんという方で、トルコとインドの方にご留学なさっていて、その影響もあってかすごくエキゾチックな造形になっております。
続いて奥のビル。周りはもう結構新しいビルが建ってるんですが、ここだけ何か違う空気感を放っているという印象です。中にはギャラリーがたくさん入っているそうで。ではいよいよ盛岡書店の方に、皆さんで行きましょう。盛岡書店の方に到着いたしました。オーナーの盛岡さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この場所は1929年に建ったビルで、東京では古い方のビルです。第二次世界大戦の時にこの辺りは空襲で焼け野原になったんですけれども、奇跡的にこのビルのところは空襲に遭わなかった、そういう意味ではとても東京では古い希少なビルになってます。一冊の本を売る書店というコンセプトで運営しています。正確に言うと、一冊の本から派生する展示をする書店と言えるかもしれません。例えば京太郎さんの漫画であったら、京太郎さんの漫画の原画、京太郎さんが作ってくださったぬいぐるみあるいはトートバッグを展示販売します。またできるだけ関係者が詰めてくださり、お客さんとコミュニケーションを取りながら本を販売する、そんな風な書店です。盛岡さんが本を開いたその中にお客様が入っていくような壁に漫画を貼ったりとか、あとは主人公の熊野春子が一瞬にしてお客様の懐に入ってくるような、そしてその距離がすごい縮まるような、そういう空間を作りたいと思って具現化しました。この漫画を、考えたのは考えた方がいるんですけど、金子博さんっていう方、その方と一緒に話しながら作っていったっていう本なんですけど、人間の現実の世界の中ですごく頭を悩ませることや、すごい不安要素が多かったりする、あと震災の後だったりとかしたので、そのあたりをちょっと次の希望の方に皆さんを目を向けられないかなと思って、可愛いクマっていうキャラクターで一冊の本を作ろうっていう思いを持っていました。私のおすすめする日本語は思いやりです。で、思いやりについて自分も人のことを思いやられてないとかいうことで悩んだりとかすることがよくあるんですけど、結局主観で始まり主観で多分人生を終えていく、自分の目からしか世界は見れないので、なるべく努めるようにしてるんですけれども、時々何も外が見えなくなってしまうことがあるんですが、要は人のことも自分のように扱えばいいのかなと。自分のことを大事にするし、人のことも自分のことのように大切にするっていうことが、思いやりにつながるのかななんて、多分これは、一生かけてもう答えが出ないかもしれないですけど、でも思いやりに努めるっていうのはいい試みかなと思います。今日は本当に来てくださりありがとうございました。私の今後の活動はホームページだったり、SNS だったり常時更新してますので、よろしかったら覗いてみてください。今日は本当にありがとうございました。